ありがとうございます。セッションを受けさせていただきました。家族を失い自殺しようと日々考えてきた私は自殺とは何か知れました。なので生きているのですが、孤独の日々に飲まれている日々です。失った日々、確かに家族と暮らしたいと自我が言っている日々と思いますということで、そうですよね。うーん、あの、うん、まあ、でも逆に言うとさ、あの、うーん。孤独っていうのは、家族と暮らしていたらなくなるのかっていうと、それもまた違ったりするんですよ。確かに今 M さんはね、ご家族を失ったことによって、今、苦しんでおられるとは思うんですけども、中にはね、あの、家庭の中にいて孤独感に苛まれてる人もいるわけですよ。今の世の中を見ていくとさ、それこそ形としては友達がいるだとか、フォロワーがいっぱいいるだとか、ね、あの、なんだけど、孤独でしょうがないって人もいっぱいいると思うんです。はい。だからこの孤独感も、ね、あの、誰かの、が周りにいてくれるから、なくなるのかっつうとそんなことないし、うん。要は、孤独感の正体は、この私がいるっていう感覚の肥大なんですよ。つながりっていうものが感じられないっていう。うん。ええ、なのでね、世の中にはそういう苦しみから解放させるはさせてくれそうな話っていうのが、これもまた2パターンあってさ、はい。状況をどうコントロールして、ね、満足いくものにしましょうかっていう道と、ね、その外側で起きてることは、何ら問題ではないっていう話と出てくるわけよ。で、もう一つ、この、苦しみの要因をお話しすると、はい。えっと、抵抗という姿勢の中に苦しみは増していきます。はい。もとこさん、ショックなことがあると私はいないということを忘れてしまいますって、そうですよね。はい。だから映画館に行ってみてくださいって話ここでしましたっけ？例えばさ、皆さんが映画館にね、楽しみにしていた映画を見に行ったとします。で、映画始まりました。はい。で、まず面白い映画って、見ている観客の思い通りに展開するストーリーではないですよね。ああ、どうなるんだろう、この後っていう先が見えないものに魅力を感じますよね。そして、ね、例えばこれがさ、わざわざ怖いものをお金出して見に行く人がいるわけだよ。ホラーだとかサスペンスだとかさ。ね、それこそキューってなりに行くわけだよ。映画館に。で、それこそなんだろうな、そういう怖い映画見てきた時にさ、うわーっていう怖いシーンほど客席で見ている私って感覚忘れてないって話なんです。もしくは、そのドキッとなった時に、うわあ、そういえば映画館だったってなるかもしれないけど、その直前のさ、もうドキ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 、あ、どうしようどうしようどうしよう、あ、来る来る、来そう来そう、来ないのみたいなこの状態の時が、一番客席で見ているっていう
今ここを忘れてるでしょ。もう映画ん中に意識がどっぷり浸かってて、その中の登場人物に完全に、なんだろう、自己同一化していて、一緒にその物語ん中で一喜一憂してるじゃないですか。でも、その映画館の、スクリーンに映っている物語の中に、ほんとは私いないでしょ。だから、この感じなんですよ。うん。だから、まず、瞑想の、あの、感覚がわからないっていう方は、映画館に行ってみてください。で、映画館に行って、お金もったいないってなるかもしんないけど、それ以上に貴重な、経験をするために、はい、わざわざ映画館行って、見たいやつですよ。見たくなかったやつじゃなくて、見たくてしょうがなかったやつ。はい。客席に座って、で、目はちゃんとスクリーンを見るんです。なんだけど、常に映画を見ている客席の私っていうこの意識をキープしてみてください。でも、映画が面白ければ面白いほど、ここで座っている感覚消えてくから。そうすると、ストーリーに飲み込まれて苦しむんですよ。で、例えば、ね、そのホラーとかでさ、もう、うわーっていう本当にビクーってなるシーンで、うわーってなったからこそ、客席を思い出すってこともありますよね。あんまないかな。僕は怖がりなんでね。怖いシーンが来ると、いやいや、映画見てんの。椅子に座ってるよって、大丈夫、大丈夫っていう風に、するとさ、ちょっと、映画と距離を置く。で、だから、あの、観客にそれをさせてしまうっていうか、客席にいるよって思わせてしまうってことは、映画制作陣にとってみれば、きっと失敗になるんだよ。もう飲み込まれて、あの、うわーってなって欲しくて作ってるわけだから。はい。で、我々の人生ってこれなんですよ。だから、ね、あの、別に映画館じゃなくてもいいです。テレビ見ててもいいですよ。YouTube 見ててもいいですよ。うん。はい。で、ここから、なんだろうな、うーん、苦しみっていうものから離れていく練習になるっていうこと。で、それと、さっき出た抵抗の話。これは前のアーカイブでね、大島健介さんもお話ししてたんですけども、痛みっていうのは、抵抗によって起きます。大きくなります。はい。自我っていうのは、ね、摂理に逆らおうとする感覚です。で、どういう感覚なのかっていうと、世の中の摂理は、動き続けるということにあります。諸行無常っていう言葉がありますけども、これはもう法則性として、はい。動かないものはないなんです。変わらないものもないなんです。すべては動き続け、変わり続けるっていうのが、この世界のもう最大のルールです。このルールの外に出られることは決してありません。どんなものも、あの、動き続けて変化し続けています。はい。ただ、自我はそこに抵抗してね、変わらないであり続けようとしたがるんですよ。なので、ね、
私とはこういう人、あの人はこういう人、ね。で、こうあるべきだとかっていうのを固定化しようとする。で、これはこれ、あれはあれって固定化したがる。自我はね、動かないようにのエネルギーなんですよ。なので、この自我っていうエネルギーに巻き込まれると、停滞してしまいます。はい。で、それが、深刻さっていうところに現れてきます。深刻になれば深刻になるほど、人は立ち止まります。動けなくなります。で、これが自我に巻き込まれているっていう状態です。で、自我に巻き込まれていると、そこ、まあね、波長の遅くとか言うけど、深刻な人がいると、周りもそれに同調されて、さっきの映画館でね、見ていて、巻き込まれるっていうのと同等に、深刻な人をストーリーとして観察した時に、その深刻さのストーリーに巻き込まれるってことがまた起きてくるわけです。そうすると、周りを巻き込んで停滞するっていう状態が起きるんです。一方、この自我にね、から、解放されていればいるほど、動きに抵抗をしていないんですよ。動きそのまんまに乗るっていうことになるんです。で、うーん、大島健介さんその時にね、海の例えをしてくれたんですけど、はい。自我ってのは海の中にこう人がこういてね、この場所から俺は動かないぞって踏ん張っているのが自我だ。で、そこに波が来ました。で、この波が大きければ大きいほど、ここで動かないぞってやってると、波がドーンって当たって、痛みが強くなるわけです。で、逆にこの痛みがない状態ってのは何かっつうと、波が来た時に、ドーンってこのまま波に乗って動いちゃったら、この衝撃がない分、痛みはないんですよ。これが、流れに抵抗しないっていうことなんです。